馬場さんこんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、今日はですね、全然この時期はとかいうやつじゃないんですが、これは山もみじです。で、綺麗に葉っぱもこういっぱい出てあれなんですけど、これはちょっと油断をしてやらかしたというやつですね。なんか聞くところによると、これは鹿児島の方が、針金をかけられたらしいんですが、ちょっと私も油断をしてまして、本来は昨年暮れから何ですか、落葉した時にですね、本来はちょっとこう、針金を外しとかないといけなかったやつなんですけどね、ちょうどもう1年経つらしいんです。で、うちに来たのがもうそのだいぶ後なんで、もう葉が出る頃だったんで、ちょっと気づくのが遅すぎましたが、結局本来なら昨年落葉した時に針金を外しておいたらこんなことにはならないんですけど、針金が食い込んでしまっています。非常にもったいないことですけど、こういうふうに食い込んでしまうとですね、なかなかこれが後が分からなくなるまでには相当な年数もかかるので、こんなにならないようにしないといけないんですけど、ただもう時期的にですね、今から、全葉刈りをってなると、一か八かです。もう葉が出ない場合もあります。で、ただ枯れてしまうんではなくてですね、今年葉が出ないというだけで、芽自体がちゃんと形成されればですね、来年春にまた、葉が開くという形にはなるんですけど、もうこの時期に全葉刈りをして葉が出たことももちろんありますけど、出なかったこともあるんですよね。で、そうなると今年紅葉が全く見れないということにもなりますので、どうしようかなとちょっと考えてるとこなんですが、何せ、結構ですね、今も食い込みが進んでるので、これを葉を傷めずにできなくはないかな。葉を刈ってしまえば楽なんですけどね。太めの針金使ってらっしゃいますからね。非常にね、このもみじは綺麗な木なんですけどね、綺麗な木なんですけど、ちょっとやっぱここまでがっつりいってしまうとですね、これが今度の落葉するまでとなると、ちょっとですね、もう完全に入り込んでしまうでしょうから。
こんなん使ってますもんね。まあどうしてもの時であれはもう剥がりをもっと考えてたんですけどね。上が大変なんですよ。込み入ってるので、で枝も細くなるし。
本来はこういう針金を外したりとか、巻く時もなんですけどね、順番が本来はあるんですね。で針金を外す時なんかは、あと目切りをする時なんかもやっぱり上から順にやった方が本来はやりやすいんですけど、で針金をかける時なんかは逆に下からですね、下枝からこう作っていくのが通常というかですね。非常に神経を使うところですね。この針金を外す時に注意しなきゃいけないのは、このもみじとかこういう別に木の種類に限らずですけど、やっぱこうやってちょっと食い込み始めてくると皮をこう剥いでしまうことがあるので、その辺は十分に注意しないといけないですね。
んな。なんとか外れましたですね。まあ、外すのにちょっと心配していたパキッという音もなく、まあ、あとはですね、この食い込んでちょっと、溝というかですね、で、皮がちょっと傷が入っているようなところがあれば、そういうところをこうちょっと探して、あとはこう切り口ボンドみたいなああいうのをちょっと塗っとかれるといいかとは思いますね。はい、もうなかなか神経使いましたのでだいぶ無言でやりましたですけど、本来まあこういうことにならないようにですね、まあ半期ずつぐらいだから、まあ剥がり落葉このタイミングでこう針金なんかはまあかけたり外したりっていうのをした方がいいんですけど、まあもみじ替えでこの2種類に関してはもう1年置いといたらもう間違いなく食い込んでいきますので、そのぐらいまあ木の太りも早いということなんですけどね、まあ柔らかいですからね、すぐ食い込んでしまいますので、まあこういったことにならないようにまあ皆さんも注意してやってもらえるといいかとは思いますけど、ちっちゃい煮れけ焼きに続きやらかしましたというやつですね。本来まあこういうことがあってはいけないんですが、ちょっと私も全く油断でした。これはですね、まあ結構こう肌も出ていい木なんですけどね、まああとはまたこのまま、今年の秋にしっかり紅葉してくれるといいなというふうに思っております。まああとはもう水かけだけですね。水切れさせないように、しっかり、頑張って管理していきたいと思っております。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、大場さん質問です。はい、いつものテケテケさんです。はい、ありがとうございます。オルトランと肥料を一緒に置いて大丈夫ですか？まあ全然問題はないとは思うんですが、まあ本来この時期あんまり肥料とか置かないので、あれなんですけど、まあ問題はないとは思います。はい、うちでは別にやってるわけではないんですけど、はい、まあそんなに、これが同時はダメというふうに聞いたことはないので、まあ大丈夫だとは思います。わかりました。それ一つですね、まあこの辺だけなのか、他のまあ関西圏、関東圏あっちの方にもいるのか、ちょっとそこまではわからないですが、ここ近年結構増えてきた虫ですね。で、形としてはそれこそカナブンとかああいうやつと似たような形してるんですよ。で、硬い、まあ、側というかで、ちゃんと羽があって飛ぶんですけど、これなんて名前がちょっと分かりません。真っ黒い、ただ米粒よりも小さいぐらいの黒い虫なんですけどね。でよう飛んでます。で昨日はですね結構飛んでたんですよ。で今日、まあ、クルカラさんが来た時に捕まえてこれを紹介しようかなと思ってたんですけど、こいつがですね結構、まあ、厄介で、まあ普通に、まあ、植木なんかで使ったりするスミチオンだとか、あと、トレボンだとかですね、そういった薬剤で死にません。まあ何匹かは死ぬんでしょうけど、ほとんど効果がないような感じです。相当濃くすればあれなんでしょうけど、そうするとまあ薬害の心配もありますのでね、通常の倍率で
散布してもこの虫は死にません。非常に小さいくせに非常に強いです。で、盆栽でっていうと、それでも結構いろんなのについて葉をガジガジかじります。で、木を枯らすことはないんですが、葉っぱに穴を開けたりするので、山野草をする方なんか特になでしこ系の植物は大好きみたいで、これは枯らします。もう土の中まで入り込んでガジガジやるので、普通の殺虫剤で死なないという非常に強いやつですね。ちょっとその実物というかその本来のあれをお見せできれば一番良かったんですけど、真っ黒です。で、頭やったか尻尾やったかどっちやったかながオレンジ色なんですよね。ちょこっとオレンジ色です。あとは全体真っ黒ですね。非常に米粒よりも小さなやつですので、ただ飛んでると分かりますので、こやつ非常に薬に強いということと、なでしこ系の植物が好きみたいで、そういうのにも入り込んで食い尽くしていきますので、もしご自宅で見るようなことがあったらご用心ですね。うちもいろいろこれ試してですね、農薬の専門のとこなんかにわざわざ行ってちょっといろいろ話を聞いたりとかして調べたんですけど、通常の薬ではなかなか死にません。で、ただし一発で効果のある薬がありまして、これはホームセンターとかでは売ってないですね。農協さんは言えば取ってくれるかもしれないですが、サイアノックスというお薬があります。これは非常に効果的で、1回散布すると本当にいなくなります。で、いなくなって2、3年は出てきません。で、また2、3年するとまた出てくるんですけど、だからそこら中にいるんだと思います。で、ちょこちょここう出てくるんですけど、うちの店なんかでも時々出て、昨日だから出てたんで、こいつはちょっと紹介しようと思ったら、今日はさっき一緒に探してもらったんですけど1匹も飛んでないと、危険を察知して逃げたのかな。ちょっと虫の名前まではわからないんですけど、こういうのが最近ちらほらいます。で、宮崎では結構お客さんのところでも出てるみたいで、相談は何度か受けてます。2、3日前にも電話があって、こんな虫がえらい飛び回ってるんやけど、この間薬撒いたけど全く効果がないんやけどっていう、多分だから同じ私が思ってるやつだと思うんですが、サイアノックスというお薬は非常に効果的。1回で効果出ます。で、2、3年は全く姿を見ることがないです。で、またでも出るんですけどね。だからもしご自宅でそういうのが出て植物ガジガジやるようだったらちょっと探してみられるといいかなとは思います。ご紹介までにちょっと今一緒に探したんですけどいないもんだからですね、お見せできればと思ったんですが、どっかに隠れてるんだとは思います。一応参考までに、そうです。ありがとうございました。ありがとうございます。